皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は GTR 祭りということで、長谷川のケンメリと富士見の 32GTR を同時制作。GTR を制作する上で最も外せない 32GTR をまずは紐解いていきたいと思います。1989年8月、16年ぶりに GTR グレードが復活し、8代目スカイラインをベースに開発されたスカイライン GTR。GTR 専用に開発された 2.6 リッター直列6気筒ツインターボエンジン RB26 型の最高出力は、当時存在した自主規制枠いっぱいの 280PS。この BNR32 の真骨頂は、新開発した電子制御トルクスプリット 4WD でトランスファーに組み込んだ油圧多板クラッチの押し付け力を変えることで、後輪駆動をベースにしながら走行条件に応じて前輪に駆動力を配分するシステムが組み込まれています。一方、レースでも大活躍した GTR。1990 年全日本ツーリングカー選手権のレースデビュー戦では、決勝中レース4分の1経過時点で全てのマシンを周回遅れとするなど、実力の差を見せつけながら1993年まで無敗を守り、29連勝という偉業を成し遂げた伝説的なマシンとなり、その存在を神格化させました。第一世代であるケンメリ GTR から約16年ぶりに復活した 32GTR は、総生産台数 43,934 台で、第2世代 GTR の中では圧倒的な人気となりました。それでは早速仮組みから。今回制作するキットは富士見から販売されていたキットで、このボックスアートのキットは今でこそお目見えすることはなかなかないのですが、インチアップディスクシリーズならサスダウンパーツ付きで同等のキットが手に入るかと思います。数ある 32GTR のプラモデルの中で、富士見製のキットは一度も作った記憶がなく、今回が初お目見え。ということで、箱を開けてまず驚いたのがパーツ構成のシンプルさ。パーツ点数は少ないのですが、一つ一つのパーツがとてもよくできていて、キット自体もリーズナブルですし、手軽に組み立てられそうです。まずは足回りから。フロントはピンタイプで舵取りも可能。リアはロッドで両サイドのホイールを固定するタイプ。シンプルなパーツ構成ですので、車高を含めた足回りの調整は簡単にできそうです。続いてフロントバンパーですが、ボディとは別パーツとなっており、ボディ側にはめ込んでいくタイプ。ボディフェンダーとのチリが合っていないので、ここは要調整箇所です。ウィンドウの合いはいまいちでしたので、こちらも要調整。ヘッドライトのモールドは浅い気がするので、実車と見比べつつ加工していきたいと思います。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り超高ブレードで 0.15mm の刃を装着したものと、タミヤの P カッターとなります。用途としては、超高ブレードは全体的な筋彫り、P カッターは刃幅が超高ブレードよりも広いので、ドアやボンネットなどの開閉パーツ部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、リアルなシャープさが欠けてしまうので、そうならないためにもしっかり丁寧に彫っていきます。といっても、あまり深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチで
それぞれ3から5回を目安に。なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他のパーツとの差を明確につけるためにも P カッターを使い、太めのラインになるよう意識しながらしっかり彫っていきます。続いてこの赤線部分のパーティングラインを消す作業、その他にバリなどを取り除いていく作業となります。メーカーの製造過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているため、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは面がより滑らかになるなど仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディを真上から見た際、縦一直線に入っている場合が多いので、実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては800番程度のペーパーヤスリでボディ全体にあるパーティングラインを水取りで取り除いていきますが、取り除く際の注意点として細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意が必要となります。カーモデルの場合、前後バンパー周辺、ボディを真上から見た際にリアからフロントまで一直線にパーティングラインがあり、特に前後バンパー周辺は頑固なラインが形成されていることが多いので、根気よく処理をしていきます。次にボディの調整加工です。まずは仮組みしたパーツたちをせっかくですのでゲート痕をしっかり削除し、より滑らかに組み立てられるようにしていきます。足回りにウィンドウ類など320番のペーパーヤスリで削り取り完了。次にフロントバンパーのチリ合わせです。ボディに対し別パーツであるフロントバンパーを組み込むとボディ側とのチリが合いませんので、こちらを調整していきます。ペンで印をつけ、こちらも320番のペーパーヤスリで少しずつ削り調整完了。続いてボディ側ですが、まずは全体にあるバリをペーパーヤスリで滑らかにしていきます。ヘッドライトのモールドも塗装前に調整。リフレクター部分にリューターを当て彫りを深くし、丸い部分は後ほど 3D プリンターでリフレクターを作るので 3mm のピンバイスで穴を開けておきます。キーシリンダー部分はアドラーズネストのブラインドリベットヘッドに変更するので 0.8mm のピンバイスで穴を開けておきました。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボブラックを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサフェーサーを拭いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるかが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。サフェーサーを拭き、パーティングラインも消え、綺麗なボディラインになったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。